皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。今回は今後リリースされる人気作品の最新作からストラテジー RPG、さらに横スクロールアクションなど最新スマホゲーム5本を紹介したいと思います。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。一つ目のタイトルは皆さんご存知のアトリエシリーズの最新作、レスリアーナのアトリエ。リリース日は2023年リリース予定。ジャンルはシネマティック錬金術 RPG。開発は光栄テクモゲームス。プラットフォームはモバイルと PC。本作は同社が展開する RPG、アトリエシリーズの最新作となっていて、ライザが主人公となる前作秘密シリーズより4年、新主人公レスナーによる錬金術を取り戻す物語となっております。また開発では、アトリエシリーズを手掛けるガストブランド、キャラクター表現技術に徹底してこだわるチーム忍者ブランド、それぞれのノウハウを活用して開発を手掛けているということで、力の入れ具合が違いますよね。しかしながらスマホでのリリースということで、ファンの方からするとかなり賛否ありそうな気がします。ちょっとポジネが調べてみたところ、スマホリリースによる反発が強く出ているような感じです。ポジティブが 35%、ネガティブが 65% となっていて、結構ネガティブが高いですよね。人気シリーズゆえの反応なのかなといった感じです。なんでソシャゲにしちゃったのかなという疑問がものすごくあるのですが、ライザで調子良かったんですけどね、あえて茨の道を選択するにはそれなりの理由があるような気がします。とはいえ PV 見る限りクオリティは高いので、リリースしたら遊んでみたいと思います。続いてのタイトルはエコーズ・オブ・ビジョンズ。リリース日は未定。ジャンルはストラテジーシミュレーション RPG。開発は Azure Flames Studio。プラットフォームはモバイル。開発の Azure Flames Studio は2017年に設立されたまだ新しい開発スタジオで、本作は同社が手掛ける2作品目の作品となっており、1作品目は Xbox や Steam でリリースしているストラテジーシミュレーション RPG となっていて、シミュレーション RPG においてのノウハウをしっかりと持っている開発スタジオと推察します。そんな同社が手掛ける Echoes of Visions の物語の概要は、一見平和で繁栄した都市コールドマウンテンシティで様々な超常現象が発生し、プレイヤーはそれらの事件に対処する専門機関危機対応局捜査課の責任者として仲間の刑事たちと共に奇妙な物語の真相を解明していくといった内容。開発チームのコメントでは X ファイルの超常現象からツインピークスのミステリアスな雰囲気まで、1980年代の独特のポップカルチャーから関連要素をオマージュして今回の世界観を徐々に作り上げてきたとのことです。 PV 見てわかる通り、二眼レフカメラや電話機、さらに鉄道信号機などかなりレトロモダンな空気漂う雰囲気のあるアートスタイルですよね。実際のゲーム画面を見てもわかる通り、かなりアートな感じですよね。最近だとリバース1999なんかもこんな感じですよね。バトルはシミュレーション RPG ということで、チビキャラをわちゃわちゃ操作し、バトルを攻略していくといった内容。ジャンル的に襟好みがありそうですが、大変楽しそうなタイトルとなっております。すでに2回の CBT が終了しており、開発も終盤に入ってきていると思うので、早いタイミングでのリリースが期待されます。次回の CBT は参加しようと思うので、その際にまた改めてレビューしたいと思います。続いてのタイトルはアッシュエコーズ。リリース日は2023年予定。ジャンルはリアルタイムストラテジー RPG。開発はオラゴン上海。読み方間違ったらごめんなさい。パブリッシャーは天下のテンセント。プラットフォームはモバイル。世界観は近未来都市型マルチバース異世界ファンタジー。特徴は何といってもリアルタイムで進行するシミュレーションバトルで、様々な世界線のキャラクターを仲間にし、相互作用によるスキルの組み合わせで豊富なバリエーションでのバトルを楽しむことができる内容となっています。またシミュレーションといえキャラの細かいモーションが滑らかに表現されてたり、大きなアクションを取ったり、さらにカット演出はクオリティの高いものとなっていたりと、細かいところでこだわりのある作品と感じます。そんなクオリティの高い表現を実現している開発スタジオオラゴン上海は、メトロイドバニア風アクション RPG、アフターイメージの制作や中国屈指の RPG 古剣奇譚の制作も行っており、開発力の高い開発スタジオとなっています。
バトルは先ほどお伝えした通り、フルオート型のシミュレーションとなっていて、基本操作はスキルの発動を手動で行っていくといった感じで、結構わちゃわちゃ感が強いので、全体を見ながら各キャラの状況に応じてスキル発動を行っていくので、意外と忙しい感じと想定します。多分この手のゲームはスキル発動自体もオート操作できると思うので、慣れないうちはオートでギリ勝てないなーとかって場合は手動操作に切り替えてプレイするといったのがセオリーかなと感じます。本タイトルは2023年リリースを予定しており、現在3度目の CBT も終了しているので、早ければ10月頃にはリリースされると想定します。日本展開については不明ではありますが、リリースしたら遊んでみようと思います。続いてのタイトルは新月動向、リリース日は未定、ジャンルは横スクロール探索型ストラテジー RPG、開発は Firewick Network、プラットフォームはモバイル。物語の概要は超常現象の制御殲滅を行う監視局特殊作戦チームのリーダーであるプレイヤーはアクシデントに見舞われアイデンティティと記憶を奪われ意識を失い謎の電話で目覚め仲間たちの助けを借り現実と異常の狭間でプレイヤーは記憶を探し超常現象の謎を解き明かし物語の真相を解明していくといった内容。概要はこんな感じでどこかで聞いたような内容ですが本タイトルのアートワークも印象的でかなり独特な感じとなっていて世界観に没入してしまいますね。さらに横スクロール型ということで最近あまり類を見ない RPG のタイプである意味新規性があって目新しく感じることができます。バトルも一見サイドビューのよくあるターン制 RPG はありますがターゲット指定の際に三人称視点に切り替わり等身で表示されるキャラや特徴的な敵キャラがしっかりと見える形で表現されるので戦ってる感が伝わってきます。このアングルの切り替えってなかなか特徴的だなといった印象です。さらにスキル発動の演出もこだわりを感じる内容となっていて見ていて飽きが来ないですね。リバース199を筆頭にこういったアートスタイルのタイトルが複数出始めているので今後 RPG の表現方法の一つとして確立されそうな気がします。一つ一つの表現自体は目新しくないのですがうまく組み合わせることで新しい形となっていてこのアイデアは正直すごいなと感じました。当然ただ組み合わせているだけではなくその世界観に合った表現など全てが噛み合ってこそできる代物かと思います。リリース時期は未定で日本展開についても言及されておりませんがぜひ日本展開も視野に入れてほしいタイトルですね。次回の CBT に参加できればレビュー動画出したいと思います。続いてのタイトルはビリディティドリームランド、リリース日は未定、ジャンルは 3D 横スクロールアクション、開発はグリーンドリームスタジオ、プラットフォームはモバイル。開発のグリーンドリームスタジオは本作が所属作となっておりまだ会社としては設立されたばかりで少数メンバーで本作の開発を進めている感じです。もともとプロデューサーの方が学生時代に自主制作ゲームをいくつか作っていたのがきっかけとなっていて本作を作り始めた感じなのでインディーゲームに属するとは思うのですがかなりクオリティの高い内容となっております。メトロイドバニアをきっかけに横スクロールのアクションゲームがちらほら出始めてきていて最近紹介したブレイブルーエントロフィーエフェクトなんかもそうですが今後注目されるジャンルの一つとなっていると感じます。横スクロールって昔のゲームではよくあって目新しくはないんですけどね。魔界村とかファイナルファイトとかファミコンやスーパーファミコンで遊んでいた方ならこの辺詳しいんではないでしょうか。とはいえ最近改めて注目されていて単純な横スクロールというわけではなくローグライク的な要素を取り入れたりまた昔とは違った形の横スクロールアクションということで注目度が高いんでしょうかね。特に本作においては PV 見る限り結構アクションしてるんですよね。スピード感はもちろん爽快感やさらにスキル発動時のアニメーション演出などなかなか凝ってるんですよね。そして細かいところではトゥーンレンダリングを採用したエフェクトと通常の 3D エフェクトの部分があって単調な表現じゃなくなるので見ていて飽きが来ないんですよね。すっごいこれ細かいんですけど最近横スクロールアクションの楽しさが分かってしまったのでちょっと変なバイアスがかかっちゃってますが引き続きこのタイトルの新作情報を追っていきたいと思います。CBT 参加できればレビュー動画上げたいと思います。はい、今回は今後リリースされる人気作品の最新作からストラテジー RPG さらに横スクロールアクションなど最新スマホゲーム5本を紹介してまいりましたがいかがでしょうか。特にアッシュエコーズや新月動向は目新しいジャンルではないですが特徴的なアートスタイルや表現方法を採用していることで新規性があり楽しそうな感じがしますよね。またビリビティドリームランドはアクション性の高い 3D 横スクロールアクションということで無双感や爽快感を感じ取れる作品となっていて遊び応えのある内容ですよね。
今回紹介しているタイトルはどれも楽しめるものとなっておりますので、ぜひ日本展開されたらプレイしてみてはいかがでしょうか。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると幸いです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。